really think this is the right thing for us to be doing, Ivana? What will people think? Let them talk. Ivana. It's wrong, isn't it? But it feels so right. Then it's a deal? Yes, we eat our pizza the wrong way. Crust first. Introducing Stuffed Crust Pizza from Pizza Hut. With a ring of cheese baked into a totally new, thinner crust, you'll want to eat it the wrong way. Crust first. May I have the last slice? Actually, you're only entitled to half. 通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、ピザハットからの話題になります。もう皆さんご存知ね、ピザ屋さんですよ。このピザハットね。大変その経営に苦しんでおりまして、数多くの店舗の閉鎖も実施しているんですね。そんな中、一人のフランチャイズオーナーが立ち上がりまして、そのコンセプトを原点回帰させたところ、これが大ヒットしているというんです。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、ものすごいピザが見えておりますが、ちょっとこれ後ほど見ますね。もう皆さんね、ご存知だと思います。ピザのデリバリーでおなじみのピザハットですね。まあ、現在ですね、この業績不振が止まりませんで、かなりやばいことになっていると言われています。今年に入ってからもね、数多くの店舗の閉鎖も発表しているんですが、そんな中ね、一人のフランチャイズオーナーが商機を見出しているようだと、これが大変話題になっているんですね。もう本当にね、この話を紐解いていきますと、皆さんご存知ですかね、ケビン・コスナーのフィールド・オブ・ドリームスだったでしょ。もうね、これ、リアルフィールド・オブ・ドリームスみたいな話です。本当に。こんなことが現実にあるんだなと、僕はね、感心してしまいましたが、ちょっとね、詳しい内容を見ていきましょうね。このレストランオーナーが心温まる理由から、昔ながらのピザハットのノスタルジャを復活させている。ということで早速ですがこちらですね。ノスタルジャとあります。こちらが本日のキーワードになります。Nostalgia。ということでね、ミックステープ先日見たばかりで非常にタイムリーなキーワードになりますが、過去の出来事を思い出した時に感じる喜びと少しの切なさが入り混じった感情。ここがポイントですね。少しの切なさが入り混じった感情。ということで、これはね、もう説明不要ですね。こうね、ノスタルジャっていうのは、ノスタルジャです。もう日本語でもそのまま言いますよね。懐かしさということですね。で、先ほどもお話ししましたが、こちらの動画でね、先日、インディーゲームね、鍵カッコ付きのインディーゲームと言われております。ミックステープで描いていたのがこのノスタルジャでした。ちょっとね、プクタ的にはあまりハマらなかったノスタルジャだったんですが、一応これが売りだったんですね。現在もですね、このミックステープ。すごいですね、もうこの炎上止まりませんで、今現在もバチバチとネットでやり合ってると、こんな状態になっています。ぜひね、まだの方はこちらの動画ご覧になってください。で、このノスタルジャなんですが、もう明らかに英語じゃないでしょ、響きが。これね、古代ギリシャ語だと言われておりまして、こちらですね、前半部分。これがね、ノストス。これね、気境。そしてこの後ろ、アルゴス。これね、痛みという意味です。この気境と痛みを合体させた造語だと言われているんですね。で、これはね、1688年、スイスの医師、ヨハネス・フォーハーが論文の中で使った文言だと。で、これがね、何を言っているかというと、その故郷を離れた兵士とか、学生ですね。これがね、鬱になってしまったり、不眠になってしまう。このことを言ってるんですね。つまりこれね、ホームシックのことだったんですよ、もともとは。なので、その後ね、このノスタルジアというのが、ポジティブな意味にね、変換されて、今の使われ方になっていくわけですが、それでもね、このノスタルジアを感じるときって、懐かしいっていうポジティブな感情もありながら、どこかこう、胸がギュッと締め付けられるような一面ってありませんか？だからこのね、ノスタルジアの語源というのを紐解いていくと、実は痛みのことを言っているというのが、すごく面白いワードですよね。現在使われているこのノスタルジアというワードは、故郷に戻ることができない苦しみを表現するための造語だったというわけです。ということでこちらは、このレストランオーナーが心温まる理由から、昔ながらのピザハットのノスタルジーを復活させている。改装された複数のピザハット店舗では、客たちがまるでタイムマシンに足を踏み入れたような感覚を味わっている。象徴的な赤いランプが再び灯り、赤いチェック柄のテーブルクロスが戻り、巨大な赤いプラスチックカップもテーブルに復活した。さらに店の隅にはパックマンの筐体まで置かれている。このレトロな復活を手掛けたのは、複数のピザハット店舗を所有するレストラン運営会社、デイランドコーポレーションの CEO、ティム・スパークスだ。彼は自分の店舗の一部を1980年から90年代に多くの人々が通った昔ながらの店内飲食型ピザハットの姿へ改装することを決めたのだ。
ということでね、今回ね、こちらでは何が起きたかと言いますと、まずね、これを知るためには、ピザハットというのがね、どういった店舗なのかを知る必要があるので、ちょっとこちらから見ていきましょうね。まずこちらがね、そのピザハットの親会社、ヤムブランズです。で、このヤムブランズはですね、アメリカのね、多国籍ファストフード企業として知られておりまして、これね、アメリカのケンタッキー州に本社があるんですが、ここね、ケンタッキーフライドチキンの親会社でもあります。で、さらにはね、タコベルの親会社でもあるということで、つまり KFC やピザハット、タコベルというのは、すべてね、親会社が同じなんですね。僕とね、タコス大好きなんで、日本にもっとね、タコベル増えてくれないかなと思っておりますが、皆さんタコベルといえばですよ、ちょっと一瞬話それますよ。こちらですね、この写真はね、大変話題になっております。これ誰かわかりますか？こちらですね、これね、ミッキー・ロークなんですね。で、このね、衝撃的な姿というのがね、今ネットを駆け巡っておりまして、ここでね、持ってるのがタコベルなんですね。この悲惨な姿が捉えられたということで、このミッキー・ローク現在ね、家賃も払えない状態になっているということで、この報道が本当なのであれば、ね、人生ってどうなるかわかりませんね。あれだけの大スターですよ。こんな話もありました。で、このヤムブランズを親会社に持ちますピザハットなんですが、こちら、これね、今年2月の記事です。ピザハット250店舗を閉鎖へということで、今年に入りましてもね、戦略的見直しをするために250店舗閉鎖しますと、このように発表しました。つまり、業績不振が続いているというわけなんですね。現在日本でもね、このような形で、デリバリーのお店というイメージありませんか？もともとね、このピザハットはレストランだったんですね。店舗型だったんですよ。で、これがね、時代とともにデリバリー主体に移行していくわけですが、もともとこのデリバリーで始めたのがドミノピザだったんですね。だからね、結局のところデリバリーに移行してもこのピザハット、そこをメインでやっていたドミノピザに勝てなかったと言われているんですね。そんな中、このね、ピザハットのフランチャイズを80店舗持っていますティム・スパークスという CEO が、このピザハットがね、デリバリーに移行する前ですね、このレストラン形式に原点回帰しようということで、自分の持ってる店舗を改装するんですよ。それがね、こちらです。するとですね、これが大ヒットいたしまして、現在ですね、アメリカの各地から、何時間もかけてね、ここに人が集まっていると、こういう状況になっているんですね。じゃあ人々はね、この店舗に何を求めているのかという話です。スパークス氏は、このプロジェクトは単なるノスタルジー以上のものだと語る。気を散らすものに溢れた現代において、彼はこれらのレストランが家族が立ち止まり、本当に一緒の時間を過ごせる場所になってほしいと願っている。そしてここです。家族でここに来てもらえれば、実際にスマホを置いて、お互いに会話をし始める傾向があるんです。と彼は語った。ということでね、今回このフランチャイズのオーナーが、このね、ピザハットを原点回帰させることによって、海外ではね、日本より、このフランチャイズのオーナーがより大きな裁量を持たされているケースが多いので、原点回帰させることによって、人々がね、その家族との触れ合いとか、コミュニケーション、懐かしさとともに、それを求めてこの店舗に来ているんだと、このように言ってるんですね。そうするとね、僕とね、冒頭にもお話ししましたが、これって、フィールド・オブ・ドリームスの話に通じませんか？プクタね、もう真っ先にあれをイメージしましたね。あれはね、そのケビン・コスナー演じる主人公が、それを作れば彼がやってくるというね、言葉を自分の畑で聞くわけですよ。で、そこにね、野球場のイメージが見える。で、この彼はね、周りの反対を押し切りながら、自分の畑をですね、ぶっ潰しまして、そこに野球場を作るんですね。そして生活が困窮していくんですが、じゃあ実際そこには誰が来たんですかという話なんですが、ちょっと一応ここは伏せますね。でも、見てない人いないですよね。いませんよね。あの名作を見ていない人はいませんよね。でもね、ちょっと言わないでおきましょうね。ケビン・コスナーのもう本当にね、名作中の名作です。ダース・ベイダーも出てますんでね、ジェームス・アール・ジョーンズ。もう見てないという方は、もう今すぐ見てください。フィールド・オブ・ドリームスね。今ね、あの時にケビン・コスナーの奥さん役をやっていた女優さん、こんなになっちゃってますが、以前も少し触れましたね。ぜひね、この映画ご覧になってください。今回のこのピザハットの原点回帰の話というのは、もうほんとね、リアルフィールド・オブ・ドリームスじゃないかと、プクタは感じました。つまり人々が求めていたのは、懐かしさももちろんなんですが、家族との再会だとか、触れ合い、こういったものだと、このように CEO は分析しているんですね。People will come, Ray. Baristas that can't even fathom. They'll turn up your driveway, not knowing for sure why they're doing it. They'll pass over the money without even thinking about it. People will come, Ray. You're broke, Ray. You sell now or you lose everything. その反響は圧倒的だった。2時間や3時間かけて来る人たちもいるんです。本当に誇張じゃないんです。と、スパークス氏は CBS ニュースに語った。この方ね、経営者の方なんですかね、今回の件分析しているんですが、25万人フォロワーいる方ですね。ピザハット本社は、この男が今まさに復活させているそのものを、この7年間かけて消し去ってきた。だが彼の店舗は今、
チェーン全体の中でも最も繁盛している店の一つになっている。このクラシックな店舗は通常のピザハットを大幅に上回る業績を出している。その一方本社は真逆の方向へ進んでいる。2026年前半だけで250店舗の閉鎖を予定。赤い屋根の店内飲食型フランチャイズは新規オーナー向けにはもう提供されていない。ラムブランズはチェーン全体の売却すら検討している。しかし有力な買い手は見つかっていない。この衰退ぶりを示す数字は厳しい。ピザハットは1995年アメリカのピザ市場シェアを 25% 握っていた。現在は 14% 未満だ。全てを配達拠点へ変え、物流でドミノと戦う。だがその戦略には問題があった。ドミノはピザを売っているテクノロジー企業だからだ。強みは注文の追跡、配達の最適化、フランチャイズの効率化。ピザハットは自分たちの持っていた体験そのものを取り除いた結果、劣化版のドミノになってしまった。22年の停滞。そして今、元皿洗いのスタッフがサラダバーとパックマンを戻し、人々は週を超えてその店へ向かっている。ということでね、今回のね、このオーナーというのは、もともとね、ピザハットで皿洗いとして働いていたのがキャリアの始まりだったと言われているようですね。つまりその彼が巡り巡ってこのピザハットのフランチャイズオーナーになり、自分が皿洗いをしていた時のピザハットに戻すことによって繁盛店に仕上げていると。こういった話だったんですね。こちらね、今回のこの件伝えておりまして、すごいですよ、これ。16万いいねついてます。これはすごい。80年代が大好きだったんだ。近所のピザハットでやってるか確認しなきゃ。この方ね、テキサスに来てください、テキサスに来てください。これは本当にわかる。80年から90年代のオクラホマの田舎では、ピザハットは高級外食みたいな存在でした。小型サイズの厚焼きピザは本当に最高でした。この方ね、クラウンフィッシュ TV という YouTuber の方ですね。これは最高だ。全部昔の姿に戻そう。冗談抜きでこれを見て思わず涙ぐんでしまった。これを見ると希望が持てる。まさにこれこそが進むべき道だ。ティム・スパークスは国の宝だよ。ということでこちらのね、リプランでは非常にね、好評と言いますか、もう絶賛ですね。みんながね、これは素晴らしい。ぜひ行ってみたいと。このような状況になっています。はい、ということで本日はですね、現在大変経営に苦しんでおりますアメリカのピザハットのフランチャイズオーナーがそのスタイルを原点回帰させたところ大人気を博しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、先ほどからね、見えておりますこちらのピザです。これね、レクセルトで紹介されているんですが、皆さんこれ日本のピザハットですよ。飲めるピザというね、これね、カレーだそうでめちゃくちゃうまそうですね。日本はね、こんなこともやっているということで、こういうのね、なんかアメリカ人も好きそうですが、やらないんですかね。ということでね、このピザハット、この2026年、経営を立て直すということでね、いろいろやると言われているようですね。で、ちなみにね、この原点回帰というのがなぜここまでもてはやされるのかというのは、こんな感じでね、一つのミームになってるんですね。これ、2009年のマクドナルド、そしてこれがね、2025年のマクドナルドということで、とにかくね、今のこういったチェーン店というのは、ワクワクしないと。このような文脈ですね。そんな中ね、原点回帰を打ち出した今回のピザハットが注目を集めていると。こういうわけですね。以前もね、こちらで見ましたが、クラッカーバレルソードあったでしょ。女性の CEO がね、その内装をガラリと現代風に変えまして、大炎上した結果、莫大な予算を投入してそれを元に戻すというね、とんでもないことが起きたんですが、やっぱりね、この時代は、その現代的にするよりは、時代逆行させる方が受けるのかもしれませんね。皆さんはこれについてどのように思われましたか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。